はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市にありますスキー場についてです。皆さん、スキー、スノーボードでナイターに行ったことありますか？このスキー場は旭川駅から約7キロの距離で、かつ夜9時まで営業していますので、思い立ったら滑りに行ける非常に便利なスキー場です。そして滑りながら旭川市内の景色を見ることができるんです。そんな旭川市中心部からアクセスが良く、夜景も綺麗なスキー場サンタプレゼントパークを紹介したいと思います。 4K 映像かつ二重言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、 JR 旭川駅から動画をスタートしたいと思います。旭川駅前広場のイルミネーション綺麗ですよね。以前旭川買い物公園を散歩した動画も作りましたので、よかったら見てほしいです。旭川の飲み屋街である三六街を通過します。この動画は日中とナイターの映像を組み合わせて作成しています。この辺りから正面に今回紹介しますサンタプレゼントパークが見えてきます。サンタプレゼントパークは JR 旭川駅から約7キロ、車で約15分で行くことができるんです。公共交通機関では右に載せております旭川市内からカムイスキーリンクス行きの路線バスが出ています。赤色の枠が旭川駅、水色の枠はサンタプレゼントパークです。また左に載せておりますモビというアプリを使用した乗り合いタクシーもあります。このアプリを使って旭川市内のホテルなどからスキー場に行けるそうです。ただ予約締め切り時間までに予約を行う必要があります。またタクシーに行った場合は JR 旭川駅からの料金は2500円ぐらいだそうです。しばらく国道12号線を走行した後、この信号を左に曲がります。右奥にサンタプレゼントパークがしっかりと見えてきました。看板に書いてある文字が雪でよく見えませんでしたが、ここからサンタプレゼントパークです。駐車場は右に曲がると第1駐車場が、まっすぐ行った先には第2から第4駐車場があります。個人的には第1駐車場が駐車しやすい印象があります。前方にクリスマスロッジなどが見えたらスキー場はもうすぐです。はい、サンタプレゼントパークに到着しました。左に見えているエリアはそり遊びなどができるエリアです。その奥にリフト券販売や休憩室、レストラン、売店などがある建物があります。今見えているリフトはセンターリフトです。そして緑色のリフトはグリーンリフトです。撮影した日は結構雪が降っていました。リフト券販売所はバレンタインチャペルという建物の外にあります。リフト料金は朝9時から午後4時まで使用できる日中券が大人3000円、小学生以下は2300円です。それ以外には親子セット日中券4200円やスノーエスカレーター乗車券1000円などがありました。 JAF の会員や学生、65歳以上のシルバー割引などもありました。リフト券の支払いは現金以外にクレジットカードや Suica などの電子マネー、PayPay などの QR コード決済にも対応していました。また300円でリフト券ホルダーも販売していました。お土産にいかがでしょうか。無料休憩室があるホワイトテラスの様子です。お客さんがたくさんいましたのでぼかしを入れていますが、たくさんの椅子があり、奥にコインロッカーがありました。クリスマスロッジ1階の様子です。自動販売機、軽食が食べられる売店、コインロッカー奥にスキーやスノボのレンタルコーナーがありました。クリスマスロッジ1階にはスキー資料の展示コーナーがありました。旭川はスキー発祥の地なんだそうです。旭川に由来がある選手などの紹介があり、ピョンチャンオリンピック女子スキージャンプ銅メダリスト
高梨沙羅選手やソチオリンピックスノーボード女子パラレル大回転銀メダリスト竹内智香選手などの写真がありました。また昔のスキー板なども展示してありました。売店にはフライドポテトや肉まんなどの軽食メニュー、コーヒーなどのドリンクメニューを販売していました。個人的には右上に載せておりますスキー場の焼きりんごを食べてみたいと思いました。レンタルコーナーでは2時間からスキーやスノーボードをレンタルすることができます。ただ手袋、帽子、ゴーグルはレンタルができませんので、ここで買うか持参する必要があります。スキー、スノーボードのスクールの受付はクリスマスロッジの外にあります。このスキー場ではスキーやスノーボードのレッスンを受講することができます。人数や時間によってレッスン料金が異なります。こちらのレッスンは基本的には事前に予約をした方が良いとのことでした。特にスノーボードのインストラクターが少ないため、当日だとなかなかレッスンを受けられないことが多いそうです。ここでサンタプレゼントパークのコースについて紹介いたします。コースは全部で6コースあり、リフトはスノーエスカレーターを含めますと4機ありました。標高はトップが 330m、ベースが 170m で標高差は 160m です。最大斜度は25度で最長滑走距離は 1000m です。こちらに記載しておりますコースごとの斜度は平均斜度です。そのため斜度が同じでもコースによって難易度が違います。はい、それではリフトに乗ろうと思います。最初に乗ったリフトはセンターリフトで、リフトの長さは 321m で乗車時間は4分ぐらいだそうです。このセンターリフトはリフトの乗車口が雪面ではなくベルトコンベヤーになっていますので、慣れていないと少し怖いかもしれません。ただ外、スキーやスノーボードの板を乗せれば問題ありません。撮影した日は2022年1月でしたが、結構滑っている人が多かったです。コースでの密度で言えば以前 YouTube 動画で紹介しましたカムイスキーリンクスやリップスキー場よりも密かもしれません。このリフトに乗っている人は初心者から初級者の方が多いと思います。あっという間にリフトの降車です。初心者の方は気をつけて降車してください。こちらのコースはセンターコースです。このコースは全長が 350m、平均斜度8度の初級コースです。サンタプレゼントパークのコースでは一番難易度が低いコースですので、初心者が滑っても怖さもなく練習しやすいと思います。ただ結構滑っている人がいますので注意して滑走してほしいと思いました。グリーンリフトはリフトの長さが 658m で乗車時間は6分ぐらいだそうです。この映像はナイターで滑りに来た時の映像ですが、昼間に撮影に来た時と違ってめちゃめちゃ空いていました。夜は気温が同じでも日差しがないので寒く感じますね。このスキー場はナイターでも全てのコースを滑ることができるんです。コースあたりの滑走距離はそんなに長いわけではありませんが、それぞれのコースが変化に富んでおりますので滑り応えがあると思います。奥には旭川の中心部の夜景を見ることができます。冬は空気が澄んでいますので特に夜景が綺麗に見えると思います。ナイターは本当に空いてるんですよね。本州のスキー場じゃありえない光景だと思います。このリフトの降車は降車場所から少しカーブしたところまで行く必要がありますので、その前に焦げないように気をつけてほしいです。こちらのコースはグリーンコースです。このコースは全長 700m、平均斜度13度の上級コースです。ナイターでは上級スノーボーダーを見かける時も多いです。この方は軽々と板を操っていまして、
華麗にグラトリをしていました。私もあのくらいできたらいいなと思うんですが、今度こっそり教えてほしいです。このコースは過去にスノーボードワールドカップでも使用されたそうです。このコースの一番急の場所だと斜度が25度くらいはあると思います。スピードが出るのでカービングを練習している方が多い印象です。雪が降っている中で特に旭川の夜景を見ながら滑ると最高ですね。こちらのコースはスラロームコースです。このコースは全長 800m 平均斜度13度の上級コースです。最初滑り出しは片斜面になっています。撮影した日は新雪が降っていましたので、動画に映っているスノーボーダーがパウダーを気持ちよく滑っているようにパウダーがあると最高のコースです。ナイターでは結構スキーの練習で使用されていることが多いと思います。後半部分は片斜面でなくなってきますので気持ちよく滑れるかと思います。こちらのコースはブラッキーコースです。このコースは全長 900m 平均斜度13度の中級コースです。今回撮影したこちらのコースはグリーンリフトからブラッキーリフトに向かって滑っています。それ以外にブラッキーリフトからもこのコースを滑ることができます。グリーンリフトから滑っていくと片斜面になっていますので少し滑りにくいかと思います。この辺りは少し上りになっていますので、その手前で減速してしまうと止まってしまう可能性があると思います。ここから急斜面になっています。私が滑った時は新雪がありバーンは柔らかかったですが、雪が降ってない日などは結構バーンが硬くなっていますので気をつけて滑ってほしいと思います。そのまま滑っていきますとブラッキーリフトに乗ることができます。ここでクリスマスロッジ2階のレストランを紹介します。レストランの席は1人席のエリアとそうでない席が分かれていました。営業時間は午前11時から午後2時です。こちらのレストランのメニューの中で私はピンク色の枠で囲んだ生姜焼き丼850円やミートスパカツ950円が好きです。このスキー場にはトントクラブという空港のラウンジのような部屋があります。トントクラブの会員になりますとこの部屋にある席を予約することができるそうです。そこで先ほどのレストランメニューを食べることができます。ただ入会金3000円が必要で、かつ前日17時までに席の予約をする必要があります。こちらには飲食物の持ち込みはできないそうです。スキー場のレストランの席が結構混んでいそうでしたので、頻繁にこのスキー場に来られる方は申し込んでも良さそうだと思いました。こちらはスノーエスカレーターです。こちらの長さが約50メートルだそうです。こちらに乗車するためにはスノーエスカレーターの乗車券が必要です。まだリフトに乗れない初心者がここで練習してほしいですね。ブラッキーリフトはリフトの長さが778メートルで乗車時間は7分ぐらいだそうです。このリフトも乗車口はベルトコンベヤーになっていました。私はこのリフトから見える景色が個人的に一番好きです。このスキー場は学生のスキーレッスンや自衛隊の訓練などでも利用されていますので結構混んでいるんだと思います。タワーが見えるかと思いますが、
これについては後で紹介します。私はこのスキー場には日中滑りに来ることは少ないのですが、撮影した日は軽い雪が降っていまして、当たりの日に撮影できたんじゃないかなと思いました。雪が降っていない日のナイターは結構バーンが硬いと思います。このリフトの降車はまっすぐに降車すれば良いですので、比較的こけにくいと思います。先ほど見えていましたタワーは旭川ニコラス展望タワーと呼ばれています。この展望タワーは標高330メートルの山頂にそびえ立つ旭川初の展望タワーだそうです。高さ50メートルの展望室からは旭川市内をはじめ北海道の夏の観光地であります美瑛の丘、そして大雪連峰なども見ることができるそうです。恋人の聖地としても有名だそうで、このタワーの1階に愛の鐘があるそうです。営業期間、入場料などを2019年夏の内容を参考までに載せております。コロナの影響で2020年と2021年はオープンできなかったそうです。22年夏には予定通りオープンして、この展望台から旭川の夜景を見たいと思いました。こちらのコースは登山道コースです。このコースは全長 1000m、 平均斜度12度の中級コースです。日中は学生のスキーレッスン、ナイターでは初中級のスノーボーダーが多い印象があります。左に行きますと後で紹介しますスノパラコースに行くことができます。このコースの途中には結構ギャップがあり、地形遊びで楽しむことができると思います。滑りに来た時はこのコースをゆっくり滑りながら旭川の夜景を見るのも良いと思いました。しばらく滑っていきますとブラッキーリフトが見えてきます。最後に紹介するコースはスノパラコースです。このコースは全長 600m、 平均斜度20度の中級コースです。板でも滑ることができますが、照明が少ないので少し滑りにくいかもしれません。このコースサイドの林間を新雪がある日にはぜひ滑ってほしいです。そんなに混んでいるコースではありませんが、コース幅が狭く結構斜面がありスピードが出ます。この辺りでブラッキーコースに合流します。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました北海道旭川市にありますサンタプレゼントパークは、旭川駅から約7キロ、車で15分で行けてしまうアクセス抜群のスキー場です。毎日夜9時まで営業していますので、仕事帰りに滑ることができるんです。旭川市内の景色を見ながら滑れるのは最高だと思います。日中はカムイスキーリンクス、もしくはピップスキー場、旭岳などに行った後、まだ滑り足らない方はぜひサンタのナイターを楽しんでほしいと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。旭川の夜景最高だぞ。